イスターティー、こんにちは。楽ちな幸料理教室をしております藤野幸子です。こちらではですね、簡単で美味しいお料理お菓子パンをご紹介しております。今日はですね、はい、これオートミールって書いてあるんですけど、こういうね、ちょっとこう麦みたいなこういうものですね。これよくね、牛乳の中に入れてね、朝学校の人はね、食べたりとかしておりますけども、今日はこれを使ってグラノーラをね作っていこうと思っております。グラノーラというとですね、なんとなくこれ買うものかなっていうね、イメージもあるかと思うんですけど、これがですね、自分でとっても美味しくできますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ちなみに私はラクチナサチというイタリア料理教室をやっております。でそちらの方ではですね、オンラインレッスンなどもやっておりまして、皆さんで質疑応答などをしながらとっても楽しくやっております。もしね、ご興味ある方はぜひ下の概要欄の方に書いておきますのでご覧ください。それでは始めていきたいと思います。今日のね、配合も下の方に書いておきますね。開始時間も書いておきます。それではまた後ほどあとポン。はい、始めていきたいと思います。本日はですね、こちらのスキャンパンをねちょっと使おうかなと思っております。直接ねオーブンの板を使っていただいてもいいんですけどね、これでやるとお掃除が楽です。で本日の材料は、先ほどご紹介したオートミール、それから、今日は、はい、薄力粉でプレーンフラワーと書いてあります。これ薄力粉のことです。それからナッツ、今ねちょっといろいろねごそごそこうしておりましたら、はい、今日はこちらのアーモンド、それからくるみがですねありました。これはね、他のね好きな、ナッツね、何でもいいですよ。例えばかぼちゃの種なんかでもいいしね、そういうものを使ってください。松の実とかね、そういうものでもいいです。はい、それからですね、あと必要なものは、お砂糖でもいいんですけどね、せっかくですのでヘルシーに、はい、残り少なくなっております。蜂蜜使っていきます。それからはい、もうとことんヘルシーに美味しくいきます。オリーブオイルです。それでは作っていきます。今日の配合ね、これね、もういつもだったらね、そうそう、あとお好みのドライフルーツ、これはですねクランベリー、あとブドウとかでもいいしね、私ね今ねそうとか、今ねもうこのね、季節ずっと作り続けております。これはですね甘夏のピールでございます。でこれね、もし作り方知りたい方は他の動画にも残しておりますので、よかったらご覧ください。でも何でもいいですね、何でもいいです。干しぶどうでもいいし、なんかドライフルーツね、あると甘みがプラスされて美味しいです。それでは早速始めていきたいと思います。まず最初に何といっても主役のオートミール、これを入れていきます。これ一番多いですね。ザザザザーっとね、入れていきます。どれぐらいでしょうかね。今日はなので薄力粉をね、もうそのまま入れちゃいますよ。これね、もうパラパラとどのぐらいかな、こんなもんでいいかな。30とりあえず入れておきましょう。はい、30入れますでございます。ツイリングさんのまな板と包丁です。これよく消えますよ。バサッとね、くるみとかナッツ多いとね、結構美味しいんですよね。ビタミン E も補給されますしね、ヘルシーになりますよね。でアーモンドはちょっとね大きいので、これはですねちょっとざっくり切っていこうと思いますが、粉がついたらよくね顔にあちこちすごいことになってる。ちょんちょんと、そうですね、大きさとしてはねだいたい5ミリぐらいかな、5ミリぐらいでいいかなと思います。はい、切りました。こんなものでどうでしょうかね。はい、こんなもん、結構こんな感じで細かく切っております。はい、全部加えますね。ザバザバとたっぷりでございます。はい、60g、こんな感じで入ってます。手でぐじゅぐじゅ混ぜていきますね。はい、混ざりましたよ。蜂蜜入れていきます。はい、蜂蜜入れていきますね。これがですね、はい、出てきましたね。はい、それではちょっと蜂蜜を、これはね甘い人はもうたくさん入れちゃえばいいわけなんですけど、というかもうないわけですよね。よいしょ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 。
はい、とりあえずこんなもんでいいか。はい、こんなもんです。ここに蜂蜜入りました。オイルを入れます。50入る、50じゃない、20入りました。ちょっと今ね、まだポロポロしてるんですよね。ちょっと食べてみよう。いただきます。食べてみたいと思います。甘さ加減は私はこんなもんでいいかな。あとね、もうちょっとまとまるように今度はオリーブオイルも少し入れようかな。火のいいところでいこうと思います。はい、オリーブオイル30入れました。ちょうどいいかもしれない。でニョンニョンニョンってこうね、ちょっといいですね。ほら、ちょっとポロポロポロって崩れちゃう。握るとちょっとまとまらないけどちょっとまとまってる的な。はい、じゃあこの、ね、出来上がりの生地を中に入れていきますね。こんな感じ、ちょっとポロポロしてます。でこれをちょっとねまとめてあげながらちょっと潰して、それではオーブンに入れていきます。はい、30分経ちましたよ。どんな感じかな。よっ、ちょっと熱いかな、まだちょっと出しますね。はい、今こんな感じですね。30分経ったんですね。ちょっとね、このままだとね固まってますので、ちょっとね手でやるのは熱いね。ちょっとこういうものでね少しねほぐしてあげたいと思います。ぴょんぴょんぴょんってね、ぴょん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 ってほぐしてくださいね。グラノーラってなんとなくこういうふうにねほぐれてますよね。こんな感じでね。はい、ちょっとなんとなくほぐしました。はい、そしたらもう一度オーブンの中に入ってもらいたいと思います。それでは同じ温度でいきたいと思います。170度。はい、焼けました。結構色よく焼けておりますよね。いい香りがします。それでは、最終段階に入っていきたいと思います。はい、今日はねこのオレンジピールがたくさんあったので、オレンジピールもちょっとだけ入れてあげたいと思います。はい、できたばっかしなんでちょっとまだ柔らかい。はい、今日はこれも少しね入れていきたいと思います。あとね、はい、それでは今日は甘松のピールが余ってたのでそれ入れちゃいます。お好みのドライフルーツで大丈夫ですよ。はい、ぶどうが入ると美味しいです。ぶどうも入れちゃいます。パラパラパラっても適量好きなものを入れてください。そしてラズベリーも入れちゃいます。はい、こんなんでどうですか。はい、それでちょっと手でちょんちょんと混ぜて、はい、グラノーラ出来上がりです。それではこれからちょっととってきの食べ方をお見せしますね。はい、完成しました。それでは試食していきたいと思うんですが、実は数日前にもう作ってあれから結構減ってしまいました。食べちゃいました。ということで今日はこの残ったグラノーラでですね、私毎日食べてる食べ方をね、ご紹介したいと思います。朝私はこうやっていただいております。まずはこれカスピカヨーグルトです。もう30年以上ね生きているんですけども、このヨーグルトね作り方、動画にね残しておりますので、よかったらねご覧ください。まずねヨーグルトお好みのものを入れてください。これね無糖です、うちのはね。はい、パラ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 リと。あとですね、甘みが欲しい方はですね、ここに蜂蜜をね入れてもいいかと思うんですけど、私はもうこのねドライフルーツの甘みで十分かなと思います。なのでこのままいただくんですけども、その前にはいオリーブオイル、これをですね香り付けにちょっとかけていきたいと思いますね。美容と健康によろしいんですよね。はい、それではいよいよ試食でございます。いただきます。
つもの変わらない美味しさです。サクサクもいいですね。美味しいです。ぜひですね、簡単にできますので作ってみてください。あとね、これね、ちょっとクッキーとしてね、このままね、こうやってね、食べちゃっても美味しいです。はい、ということで今日のチャンネルね、ためになった、ちょっとね面白かったなっていう方はぜひチャンネル登録、そして高評価もどうぞよろしくお願いいたします。また次のチャンネルね、お待ちしております。Ciao a tutti, a presto!